2019年9月26日にオーストラリアの首都特別地域オーストラリアンキャピタルテリトリーの議員たちが大麻の所持と使用を合法化するという決定を下しました。この決定により2020年1月31日からオーストラリアの首都キャンベラを含む首都特別地域に住む18歳以上の全ての成人が合法的に最大 50g、 1人当たり2株または1世帯当たり4株の大麻の栽培が合法的に可能になります。しかしこの法律は合法的な大麻の小売市場を作るものではなく、大麻の販売は引き続き全面的に禁止されたままになります。この新たな法律はオーストラリアの首都キャンベラとおよそ900平方マイルの面積でオーストラリア首都特別地域の全てに適用されます。この地域はすでに麻薬改革に関してオーストラリアで最も自由な地域の一つとして知られています。2019年9月現在 50g 以下の大麻を所持した場合の罰金はわずか160オーストラリアドルです。しかし 50g 以上の所持をした場合の罰金は最高8000オーストラリアドルの罰金と最長2年の懲役が課されます。嗜好用大麻使用法が施行された後も引き続き有効となります。オーストラリアは2016年に医療用大麻を合法化しましたが、嗜好用としての使用は連邦法で禁止されたままです。オーストラリア警察は2017年から2018年度に7万2000人以上を大麻関連犯罪で逮捕しました。逮捕された人の 92% は大麻ユーザーで栽培者や販売者ではありませんでした。しかしこのように厳格な規格があるにもかかわらず、大麻は依然として国内で人気があります。今後もオーストラリア首都特別地域の居住者は大麻を所持使用したことで連邦当局から起訴される可能性があります。司法長官は首都特別地域立法議会で、これは連邦法の下で人々が逮捕される危険性を完全に排除するものではありませんと述べました。しかし連邦当局はこのような小規模な麻薬犯罪には関心がないだろうと考えています。オーストラリア首都特別地域のアンドリュー・バー長官は、連邦検察官が少量の大麻の所持よりも大きな問題に関心を持っていると述べました。オーストラリア首都特別地域はオーストラリアの6つの州と地域の中で連邦政府による大麻の禁止に異議を申し立てた最初の州で、連邦政府が具体的にどのように対応するかはまだ分かりません。首都特別地域は国ではなく領土であるため、オーストラリア議会によって法が覆される危険性があります。例えば2013年首都特別地域の同性婚許可決定は連邦当局によって覆されています。オーストラリア政府が首都特別地域の新法に干渉しようとするかどうかはまだ分かりませんが、議員たちが近国のニュージーランドの影響を受ける可能性があり、ニュージーランドは来年大麻の合法化に国民投票が実施される予定です。もしこの国民投票が成功すれば、ニュージーランドはウルグアイとカナダに続いて完全に大麻を合法化する3番目の国になるでしょう。年々広がる大麻の合法化政策、過去に僕もオーストラリアに住んでいて、オーストラリアが本当に大好きなので、このニュースには飛びつきました。愛してやまないオーストラリアが愛してやまない大麻の合法化に少しずつでも進んでいると思うと、メディアへの力がより入ります。 MJ チャンネルをいつも見ていただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。当チャンネルでは大麻の歴史や大麻の著名人の関わりなど、大麻を中心としたコンテンツを配信していきます。今回の動画のように最新のニュースも上げていきますので、通知ボタンも押してくれると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。